チャンネル名が変わります。キューベイの視点からキューベイインサイトラブへと。このお知らせは2026年1月の良き日まで告知で流れます。皆さんこんにちは。キューベイインサイトラブのキューベイです。今回はですね、まず最初に前回の、動画の中で、世界権力構造のマトリックス分析を行ったんですけども、その中でコメントを寄せていただいた視聴者さんがあってですね、その中で寄せられた疑問について、ご紹介をします。ロシアや中国を公パブリックとするのはおかしいのではないか、彼らは独裁で腐敗しているのではないか、こういう内容でした。これについてですね、ちょっと解説をしていきたいと思います。まず最初にですね、前回の動画の中で出したマトリックスの定義ですけども、公パブリックというのは、必ずしも、清潔であるとか、公明正大であるとか、そういった意味ではないんですね。個人の命、または個人の権利よりも国家の存続、パブリックを優先するという意味において使っています。また出世至上主義の、ちょうど反対の意味という言葉の使い方もしています。一方で私、プライベートとはですね、汚職のことだけを指すのではありません。政治家や官僚が、国家の未来よりも自分の選挙、もしくは次のポスト、懲役といった、私的な都合で動いている状態を指しています。これが、前回のマトリックスで、出した、上下のですね、公と、私の、軸の、定義になります。ここで、皆さんに、一つのデータをお見せします。考察 1-1 世界権力構造のマトリックス分析のエビデンスという、タイトルにしてありますけども、西側諸国停滞のリアルということです。このグラフが何を示しているかというと、各国、先進国ですね、カナダは、入ってませんけども、先進6カ国の、民主主義への、満足度です。グレーのところが、満足している、それから赤いところがですね、不満である、not satisfied という、数字になっています。で、この、グラフの、データの出所なんですけども、ピューリサーチセンターというアメリカの、そのシンクタンクです。で、ここは、民主党でも、共和党よりでもなく、中立な、シンクタンクであると、いうふうに考えられていて、そこがですね、毎年民主主義への、満足度というものを、測定をして、発表しています。直近の、データで言いますと、2024年春のですね、グローバルアティチュードサーベイという中で、このデータが示されています。データをそのまま、ご覧いただくとですね、まず一番のアメリカ、これが、不満であるという数字が 71% にもなります。不満度が極めて高いんですね。で、この2024年は、民主党政権時代でしたので、2025年、トランプ大統領の共和党になってからの数字というのは反映されていません。これがどうなるかというのは、もう少し、あと何ヶ月か経たないと、数字が出てこないと思います。いずれにしても、その民主主義の、最先端の、国であるアメリカがですね、国民の 71% が、自分の国の民主主義に対して、不満に思っているということになります。次がイギリスです。イギリス、ほぼ、アメリカと変わりませんけれども、68% ですね。頻繁に政権交代をしてもですね、不満は解消されていない。それから3番目がですね、恥ずかしい数字ですけれども、日本の 67% です。これは政治不信が顕著ですね。この時は2024年ですから、岸田政権から、石破政権にちょうど変わった年ということになります。
その次が、フランスの 62% ですね。マクロン大統領の政権下ですけども、常にデモが起きる不満の国ということで、現在もですね、デモが頻発しています。これについてはちょっと、今年のどこかでまた考察をしようと思っています。その次がイタリア 61% ですね。これ高いんですけども、政治的な混乱が常態化をしている国です。しかし、メローニ政権の中で、最近改善をしてきているので、これ、今年の春のですね、新しいデータでは、注目に値するというふうにキューベイは考えています。その次はドイツです。ドイツはちょっと低くて 43% が不満でですね、満足しているが 56% なんですけども、これがですね、唯一過半数なんですけども、数年前は70% ぐらい満足があったんですね。そこから急落をしています。特にそのメルツ政権の中で、この不満であるというふうに答える人たちが、急激に増えていて、満足度が低下をしているというのが現状です。皆さんはこのピューリサーチセンターのですね、先進国の民主主義の満足度のデータを見てどう思ったでしょうか。先進国の憂鬱、これが顕著に現れていると思うんですけども、なぜ国民が怒っているのか、その原因というか、そのポイントが大事だと思っています。なぜ政権が変わっても不満が消えないのか。で、それは政治システムそのものがあるバグのようなものに侵されているからです。これが一番のポイントだと私は思っているんですけども、世界の国々はですね、公パブリックと私プライベート、そして誰が主導するかによって分類することができるというふうに考えています。ここでいう、公とは清潔さのことではなく、個人の権利や国家の存続を優先するという、ある覚悟のようなものですかね。その覚悟のことを言います。逆に私というのは、政治家や官僚が、国益より省益、もしくは次のポストを優先する状態を指します。つまり、先ほどのピューリサーチセンターのグラフの中で、訴えていることというのは、国民は気づいているわけです。政治システムが、公パブリックのためではなくて、一部のエリートとかですね、既得権益という私プライベートのために、ハイジャックされているということに気づいているわけです。で、そのため、民主主義の先進国でありながら、非常に不満が高い、そういうような、状況に陥っているわけです。民主主義の輸出国であった欧米諸国が国民の不満が最も高いグループに転落しているということは、皮肉な話だと思います。民主主義や資本主義、共産主義などのイデオロギーの押し付けというのは無意味でした。歴史的に見れば各地の宗教や伝統的な文化を尊重して、押し付けをしない、モンゴル帝国、この方が優れたシステムでした。モンゴルの、繁栄というのは、このような、政策に基づいていたものでした。また歴史的に見れば、民主主義というイデオロギーが存在しなかった江戸時代の方が、豊かでした。イデオロギーや世界標準化という理念を押し付ける、欧米のその一翼を担うのがダボス会議です。2026年は1月の19日から1月の23日に開催されます。で、今回はそのダボス会議の実態を考察していきます。ダボス会議はもう世界を動かせない崩壊する左下のユートピア、世界経済フォーラムの中で毎年1月に開催される年次総会がダボス会議です。フォーラムの会員企業1000社の CEO のほか、選出された政治家、学会や NGO、宗教指導者、メディアの代表者が一堂に会し、約2200人の招待者のみが参加できます。英国や欧州には数多くのサークルやフォーラムが存在します。フリーメイソンやイルミナティなど、
聞いたことがある方も多いことでしょう。欧州エリートが秘密で行うビルダーバーグ会議とは異なり、ダボス会議は討論内容や発言がすべて公開されています。つまり広報と影響力の行使、老いとして作られた会議なのです。このダボス会議の正体というのは何なんでしょうか。これは前回、キューベイの動画で出した4象限のマトリックスです。で、この4象限のマトリックスは、主に国、それから、EU のような国際機関、それをプロットしたものですけども、今回あえて、ダボス会議を、そこにプロットを付け加えてみました。そうするとですね、やはり左下の官僚主導、私思考の証言の最たるものの位置に位置します。で、このダボス会議というのは、衰退グループの総本山になるわけです。総本山、これは机上の空論を輸出している正体です。このエリートが集まるダボス会議に対して批判も増え続けています。年次総会は華やかさと陳腐さが入り混じったものとも称され、深刻な経済問題を遠ざけ、実質的な成果をほとんど生み出さないと批判されています。特に経済に関する専門知識をほとんど持ち合わせていない非政府組織の参加が増えていることがやり玉に挙げられています。世界的ベストセラー、文明の衝突の著者で、社会学者のサミュエル・ハンティントン、ハーバード大学教授は、彼らダボス会議に参加する人たちを、国家の忠義に対して必要を持たず、国境をありがたく消えていればよい障害物、として見ている。エリートによるグローバルな操作を容易にすることだけを、国家の政府がすればよい、と考える人々と批判しています。また、この国際的な視野は少数のエリート主義者の立場であって、国民の国家主義者の多数派には分かち合えない、とハンティントン教授は主張しています。ダボスというと、昔はスキーの、世界的なスキーの、良好なスキー場でした。日本の中でも菅平が、日本のダボスと言われたりですね、そういうふうに形容されるような、非常に、スキーの、良質な雪があるリゾートという、いいイメージがあったんですけども、最近はダボスというとですね、このダボス会議で、ちょっと眉を潜める人が増えてきているんではないかというふうに思います。で、このダボス会議、世界経済フォーラムとはどういうものかというものが、ここに示したものです。詳しくはですね、キューベイの視点の64回目、ちょうど、1年前ですかね、2025年5月の6日に、出した動画の64回目の動画で、詳しく、そこを解説しています。ここではその抜粋だけを、もう一度出していますけども、これは左上がですね、王立国際問題研究所 RIIA という、イギリスの機関です。シンクタンクと、言ってもいいと思います。これは別名チャタムハウスという通りにあるのでチャタムハウスと呼ばれています。で、これは1919年に、できた、シンクタンクですね。ちょうどウッドロー・ウィルソンが、誕生した1911年、その後にですね、イギリスで、設立された、シンクタンクということになります。で、これは当時ですね、アメリカとイギリスで、両方カバーをするというような、シンクタンクだったんですけども、第一次世界大戦の、都合でですね、イギリスとアメリカ別々に作ろうということになって、姉妹機関ができました。で、それが、1921年の外交問題評議会、Council on Foreign Relations、これはアメリカの、シンクタンクです。非常に有名なシンクタンクになります。で、この、チャタムハウスと、それから CFR は、イギリスとアメリカの世界軍事戦略を担っているということになるわけです。で、このチャタムハウスが第二次世界大戦後、
いくつかの機関を設立しているんですけども、そのうちの一つが1970年のローマクラブです。これローマクラブといってですね、例えばローマ教皇とか、そういったものとは一切関係ないんですけども、ローマクラブというものがあります。で、ここが1970年代に非常に有名になった論文、1972年のですね、成長の限界というものを示して、世界の人口がそのうち、飛躍的に急増するとですね、食料を含めて賄えなくなるということが大きな警鐘として提唱されました。このローマクラブの成長の限界というのは非常に有名なムーブメントであったと思います。で、このローマクラブ、実際にはオリベッティの副社長が、その主導した、シンクタンクなんですけども、これに非常に強い影響を与えていたのが、18世紀のですね、マルサスの人口論です。このマルサスの人口論が、やはり、世界の資源、食料資源を含めてですね、人口をコントロールすべきだということを謳っているわけですけれども、ローマクラブ成長の限界はその影響を受けているということが言えます。で、このローマクラブが、設立された1970年の、すぐ次の、翌年、この兄弟のような形で、設立されたのが、世界経済フォーラムダボス会議になるわけです。しばらくはですね、この世界経済フォーラムは、あまり注目されていませんでした。それが、2000年代になってですね、非常に活動が活発化をしてきた。記憶に新しいのは、2020年コロナが、流行った時にですね、グレートリセットというものが提唱されました。それから、2023年にはですね、昆虫食のようなものも出てきたと。で、これはローマクラブと世界経済フォーラムは非常に、近しい関係にあるので、やはりそのマルサスの人口論、世界統一政府が、世界全体の人口を、管理するべきだというような考え方に基づいているということが言えると思います。で、いずれにしても、このダボス会議というのは、ディープステートのプロパガンダ機関であり、彼らの都合の良いイデオロギーの輸出機関であるということが言えます。ダボス会議も EU も非常に似ているわけで、4象限の左下のグループに位置するんですけども、その特徴というのは、理念だけが先行して机上の空論になっているということなんですね。机上の空論、アームチェアセオリーとも言います。例えば、そこに対して、そこから発信されてですね、世界各国に、その政府官僚たちに、いろんな影響を与えようとするわけです。その中でいろんな警告なり、ものが、対策なりがですね、発信されるわけですけども、その中で、ここで、日本の警告ということで、毒入りの処方箋を、いくつか、代表的な例を出してみました。このワールドエコノミックフォーラムダボスから発信されるのは、一つはイミグレーション、移民の問題です。これは日本に対しての、警告でもあります。少子化で労働力が足りない。それであれば移民を受け入れろということになります。で、もう一つ、非常によくある話というのは、スタンダーダイゼーション、標準化ということになります。例えばこれも一つの例ですけども、農業の生産性が低い。それであれば、小規模な農家を潰して、農地を集約化しろと、こういったことを言ってくるわけですね。どちらかというと、こういう机上の空論の発信地であるダボス会議というのは、Excel の表だけで計算して、人が足りないならば、数字、例えば移民を足せばいいと考える。こういった傾向にあります。しかし、机上の空論ならですね、多くの方が、できると思います。
旧米でもできます。例えば、ここで極論を一つお見せするとですね、現在、労働力の不足、日本の、労働力人口の不足というのは、340万人と言われています。これはいろんな推計がありますので、何年時点によるかということもよりますけども、ここで出している340万人というのは、2030年時点で、リクルートワークス研究所が試算した数字です。キューベの極論で言えばですね、同時に生成 AI のようなものが、どんどん優秀になってくるので、この生成 AI をもってですね、公務員、例えば国家公務員、それから地方公務員、全部合わせると340万人ぐらいいるわけですね。これらの、公務員の仕事を生成 AI に置き換えたらどうかと。ちょうどその、労働力の不足の分を、公務員を340万人当ててですね、その公務員の仕事を、生成 AI に置き換えるというような、ことをしたらどうかというふうになるわけです。で、この公務員の340万人は民間企業へ、行きます。民間企業の労働力となって340万人の、人材の、しかも優秀な人材の供給が、達成されるわけです。労働力が340万人、必要であれば、移民を入れるということではなくてですね、それは公務員、もしくは政府官僚の人たちが、移民で賄おうというふうに考えるのではなくて、日本の労働力が民間企業で足りないならば、公務員の340万人が、よし、私たちが民間企業に行って働こうというふうに考えるということも、あるのではないかというのが、私の、この発想です。で、そうするとどうなるかというとですね、2つのことがあります。年間25兆円の歳出削減。これは現在の、国家公務員、地方公務員の、340万人の、お給料ですね。で、これが、税金から賄われているわけですけども、これが、年間25兆円あるわけで、この税金が25兆円節約できるということになります。それから、その日本語も堪能、日本語ができるかどうかわからない、それから、ちゃんと仕事ができるかどうかわからない移民を、340万人入れるよりはですね、民間企業に公務員の人が、参加をして、働くことによって、年間76兆円の GDP の増加が見込めます。で、これは、機械損失という計算になるわけですけども、2040年時点で、日経新聞、それから日本総研が、試算をしている数字になります。これは単純に340万人の移民を入れて、その仕事が、機械損失が76兆円ということになるので、優秀な、公務員の人たちが、民間企業に行って労働生産性を高めればですね、さらにこの76兆円プラスアルファの、GDP の、成長が見込めるわけです。つまり、日本の問題である労働力人口の不足340万人というものが、日本の大きな課題であったとしてもですね、考え方によってはですね、財政を改善し、それから同時に経済を成長させる、重要なチャンスに変えることもできるわけです。これは机上の空論です。それは私も極論だと思っています。例えば生成 AI がですね、公務員の仕事をすべて置き換えることができるとは思っていませんし、生成 AI が日本国製ではなくて海外製であればですね、重要な公務員の仕事を海外製の AI に置き換えるっていうのは、ちょっと防衛上のリスクもあるというふうには思います。そういうような様々な問題点があるので、これを進めているわけではないです。一つの考え方の方向性として、あるとは思いますけれども、なので極論です。ただ、
この机上の空論というのが、机上の空論ではあるけれども、ダボス会議が、発信する、移民を受け入れろとか標準化をしろとかですね、それよりは、よっぽど、日本らしい、机上の空論だとは思いますけども、机上の空論ということに、なるわけです。ダボス会議の空論に気づいているグローバルサウス。ダボス会議が、発信する、イデオロギーの輸出、もしくは理念の輸出、机上の空論の輸出というものに、グローバルサウスが従っているかというと、全く無視しているわけですね。で、ここでまた4証言を取り出しますけども、今度はですね、この公主考、私主考、それから官僚主導、政治主導という4証言の中で、実際にこの分類されたグループが経済力としてどうなっているのかというものをここでは考察をしています。考察1の2、購買力平価ベースの GDP のマトリックス分析です。衰退と繁栄の明暗ということになります。右上のですね、グローバルサウスグループをまず見ていきます。実質 GDP、購買力平価ベースの GDP というのが、一番その経済の実態を表しています。で、その数字をプロットしているんですけども、出所はですね、世界銀行の、購買力平価ベースの GDP、2024年版です。2025年版はまだ計算されていません。第1位はですね、中国なんですね。38.2 兆ドルになります。で、第2位は、左上のアメリカ、29.2 兆ドルで第2位です。実質 GDP では、実質 GDP もそうですかね、購買力平価ベースで、すでに1位が中国になっているということですね。で、3位はですね、インドなんですね。これが、16.2 兆ドルになります。で、4位が、ロシアです。これ、意外だと思う人がいるかもしれませんけども、実質 GDP、購買力平価ベースの GDP の、第4位が、ロシアで 6.9 兆ドルです。中国が、10億人超、それからインドが、約十数億人ですかね。で、ロシアはですね、日本とあまり変わらないので、1億4000万人ぐらいしか、人口がいないんですけども、その中で4位の 6.9 兆ドルということになります。で、5位はですね、日本なんですね。で、人口が1億2000万人で、6.4 兆ドル。それから、ここにその四角ではなくてですね、リストで書いていますけども、ブラジルが7位で 4.7 兆ドル。インドネシアが、ほとんど同じですね、8位で 4.7 兆ドル。それからトルコが11位で 3.8 兆ドルというふうになります。こういうふうに考えていくと、この上位のところというのが全て右上のグローバルサウスグループになっているんですね。この繁栄グループというふうにくくると、繁栄グループの購買力平価ベースの GDP の合計額は 74.5 兆ドルにも上ります。逆に左下が衰退グループなんですけども、その中で、一番その上位に入っているのがドイツですね。6兆ドルで6位になります。それからフランスが 4.2 兆ドルで9位。それからイギリスも 4.2 兆ドルで10位ということになります。6.4 兆ドルが5位の日本ですけども、この英仏独のこの衰退グループだけで考えても 14.4 兆ドルに過ぎないんですね。英仏独ですね。仮にこのアメリカはこの衰退グループには入っていませんけれども、仮にこれを入れたとしても、44兆ドルぐらいですかね、ということになるので、
この右上のグローバルサウスの繁栄グループにはかなわないということになります。で、考察1の3はですね、この繁栄グループと衰退グループの差は何なんだろうということになるわけですね。2つのグループの決定的な違いです。まず繁栄グループの方を見ていきます。4つあります。1つはですね、現実的、実際的、プラグマティックということになるわけです。机上の空論を言っていないで、実際に実用的、もしくは現実的、実際的ということを優先するということです。2番目はですね、これらのグループが持てるものであると。それはどういうことかというと、エネルギー資源を持っている。それから鉱物資源のようなものも持っている。食料も持っている。それから技術力もあるということですね。で、3番目は非常にこれも重要なんですけども、製造業型の経済であるということが言えます。実際に物を作れる経済を持っているということですね。で、それから4番目は現場主義と応用化ということになると思います。要するに、事件は、会議室で起きているんじゃない、現場で起きているみたいな映画がありましたけども、要するに現場主義であるということですね。それから逆に左下の衰退グループなんですけども、この特徴は、これも共通していて、机上の空論をアームチェアセオリーを、重視をして、それを輸出して押し付けようとしている。それから持たざるものであると。こういう資源を何も持っていないということですね。で、それから3番目はサービス型の経済。それをカバーするためなのかもしれませんが、4番目はイデオロギーと標準化、まさにダボス会議がやろうとしていることが象徴的にあります。で、これが、繁栄とですね、衰退グループなんですね。実際にエネルギー、それから資源を持ってですね、実際に製造の現場で現実的に考えるといったところが、繁栄をしているわけで、その綺麗なオフィスの、椅子に座ってですね、机上の空論をかざして、イデオロギーと標準化を、唱えてですね、それを、各国に押し付けるだけの、グループで、こういった国が、衰退をしていっているということになります。私たちはダボスのサロンで語られる空論と決裂すべきだと思います。で、彼らが言うように数字、例えば移民をですね、足せばいいと考えるのでしょうか。机上の空論ほどたちの悪い遊びはありません。なぜなら、遊んでいる本人たちは安全な場所にいて、傷つくのは常に現場の人間だからです。世界の潮流はすでに変わりました。空論を語る者たちが衰退し、現実を見据える者たちが繁栄する時代に変わっています。日本はいつまで負け組の教科書を勉強し続けるつもりでしょうか。人手不足。これに対して移民を受け入れる必要はありません。耕作放棄地。これも無理に集約する必要もありません。次回は、その教科書を破り捨てた先にある具体的な日本の生存戦略について考察していきたいと思います。